問い私たちはどのようにしてアッター、神を知ることができるのでしょうか。答え、私たちがアッターを知る方法は非常にたくさんありますが、ここでは主要な4つの道のうち、第一の道について説明します。第一の道、神聖なる本能フィトラを通じて知る。人間は自分を作り出した創造主が存在することを生まれ持った本能フィトラによって知っています。あなたは特別な教えを受けずとも、自分のこの身体、諸感能、そして驚くべき精密さで整えられた造形と調和を見て、自分を作られたお方がいることを本能的に理解しているのです。また、人は本能的に創造主を崇拝し、主のもとに身を寄せなければならないことを知っています。自分がいかに主を必要としている、欠乏した存在であるか、いかなる時も主の助けを必要としているかを魂の奥底で感じているのです。そして、この神を必要とする感覚は、困難や逆境に直面した時に一層強まります。アッターを知るというこの本能は、すべての新人類に備わっているものです。クルアーンの中でアッターは、次のように仰いました。それゆえ、純潔な信者として、あなたの顔を宗教、イスラームに向けなさい。それこそが、アッターが人間に授けられた、本能フィトラである。アッターの創造に変えようはない。それこそが正しい宗教であるが、人々の多くはそれを知らない。ローマ書第30節。また、次のようにも煽っています。あなたの主が、アダムの子らの腰から彼らの子孫を取り出され、彼ら自身に証言させられた時のことを思い出しなさい。我、アッターは、あなた方の主ではないか、彼らは言った。はい、私たちは証言いたします。これは、審判の日にあなた方が、私たちはこのことを知りませんでした。忘れていましたということがないようにするためである。公壁書第172節。つまり、私たちがこの世に生まれる前から、私たちはアッターを知り、主に仕える存在として形作られていたのです。預言者ムハンマド・サッタッターフ・アライヒは、サッタムは、神聖なハディースの中でこう仰いました。すべての赤ん坊は、本能フィトラに基づいて生まれてくる。私たちはみんな、この本能を持って生まれます。真理を求める心さえあれば、この本能だけで真理へとたどり着き、それを確信した時に身を委ねる。イスラームするのに十分な道しるべとなります。この本能は、たとえ最も不信仰なものであっても、完全に否定し去ることはできません。特に、窮地に追い込まれた時、その本能は目を覚まします。絶体絶命の瞬間、人々はそれまで拝んでいた偽りの神々を忘れ、ただ一人の真実なる神、アッターに助けを求めるのです。クルアーンにはこう記されています。海の上で災難があなた方を襲うとき、あなた方が祈っていた、偽りの神々は消え去り、彼、アッターだけが残る。しかし、主があなた方を救って陸に上げられると、あなた方は背を向けてしまう。人間とは、かにも恩知らずなものである。夜の旅章第67節。激しい苦難の中にあり、死の予感に震えるとき、人は余計な不純物を取り払い、ただアッターのみに祈ります。この逆境における誠実な祈りの原動力こそが、すべての人の内側に存在する、神聖なる本能なのです。第二次世界大戦でアメリカ軍の総司令官を務めたアイゼンハワー大統領は、兵士たちが極限状態の中でどのように本能に立ち返るかを目撃し、こう述べました。塹壕の中に無神論者はいない。戦争の最中、塹壕の中で死を前にして神を否定し続ける者などいません。誰もが神のもとへと帰るのです。これこそが、すべての人間が困難な時に認める、本能フィトラ、という名の真実なのです。神を知るためのさらなる道、理路、観察、そして預言者。問い、神を知るための最も偉大な道とは何でしょうか。アッター、神を知るための道は、戦術の、本能フィトラに続き、さらに3つあります。第2の道、理性による認識。私たちは、理性を通じてアッターを知ります。これについては、以前の問いでも引用したクルアーンのお言葉が明確に示しています。彼らは何者、創造主もなくして作られたのか。それとも、彼ら自身が創造主なのか。山の章第35節。理性的、論理的に考えて、私たちを作り出した創造主が存在することは明白な事実なのです。第3の道、万物の観察。アッターが作り出された万物を観察することは、私たちを全能なるお方の偉大さの前に立たせます。いえ、天と地にあるものを見つめなさいと。ユヌス書第101節。アッターの創造物の精巧さや、
驚くべき秩序を深く見つめれば見つめるほど、私たちはアッターへの認識を深めることができます。大師の道、預言者を通じた認識。これこそが、アッターを知るための最も偉大な道です。それは、アッターが使わされた使徒や預言者たちを通じて知る道です。預言者たちはアッターについて語り、主の属性やを自らについて私たちに告げました。私たちは預言者を通じて、アッターの魚名、港、属性を知り、どのように主を崇拝し、どのように主に近づくべきかを学びました。また、審判の日にアッターの懲罰から逃れ、救われる方法を知ったのです。預言者たちは、人々をアッターの崇拝へと招きました。言い換えれば、人々が本来持っている、本能フィトラーに立ち返り、主が命じられた通りに崇拝するよう導いたのです。使わされたのは、吉報を伝え、警告を与える人たちである。それは、人たちが来た後に、人々がアッターに対して、不信仰の言い訳ができないようにするためである。アッターは威力増し増し、秀明であられる。女の章第165節。これらの預言者や人たちは、人類の中で最も誠実で正直であり、最高の道徳を備えた人々でした。アッターは彼らを、奇跡、ムアジザという超自然的な力で後押しされました。それは、審判の日において、誰もアッターに対して言い訳ができないようにするためです。アッターはあなたに、創造主を知るための、本能を与え、理性を与え、万物の観察という手段を与え、そして、預言者を使わされました。もはや、アッターの前で言い逃れをする余地はどこにも残されていないのです。真の存在を証明する理性的法則。問い、私たちはどのような理性的法則に基づいて、アッター、至高なる神の存在を証明するのでしょうか。答え、これには2つの大きな法則があります。第一の法則、無からは何も生まれない。無無は何も作り出すことができません。これは理性における自明の理、当たり前のことです。すべての行い、結果には、必ずそれを成した、行為者、原因が必要です。この世界に始まりがあること、そしてすべての生命体にも始まりがあることを知れば、この世界と生命にはそれらを存在させた、作り主が必ず存在するという確信に至ります。決して、無が世界や生命を作り出したのではありません。なぜなら、無とは文字通り何もないことであり、何も生み出す力を持たないからです。したがって、物質、法則、星々、惑星を含むこの世界のすべてに始まりがあるということは、それらを作り出した、創造主がいることの明白な証拠なのです。第二の法則、存在するものは、それを作ったものの属性、性質を指し示す。もしあなたが精巧に作られたものを見たなら、その制作者が極めて高い技術を持ってそれを作り上げたことを確信するでしょう。また、その制作者には、それを作り、設計し、調整する能力があることを理性的に確信するはずです。同じように、私たちはアッターの創造物を見つめることで、創造主の属性、性質の一部を知ることができます。天と地、植物や木々、山々、そして身の回りの生き物たちを見てください。そこには驚くべき創造の世界が広がっています。特に、あなた自身の体の中にある精密な機能を見てください。無限にある例の中から、驚くべき精密調整の一例を挙げましょう。成長ホルモンの例。あなたの成長を助ける、成長ホルモンの血中濃度は、わずか5ナノグラムです。もしこのホルモンが、1グラムを1億分の1に分けたほどの極めて微量でも増えてしまうと、人体が恐ろしいほど巨大化する、巨人症を引き起こします。逆に、同じく1億分の1グラム単位で減少すれば、体が極端に小さくなる、小人症を引き起こしてしまいます。これほどまでに劇的な変化が、想像を絶するほど微量なホルモンの増減によって左右されているのです。これほど完璧なバランス、調律で、あなたの体を、最良の形に作り上げ、ホルモンや無数の機能を維持しているアッターの漁業、見業を見つめてみてください。これこそが創造における精密さと完全さです。クルアーンの中でアッターは仰いました。本当に我、アッターは、すべてのものを、精密な定め、カダルーに基づいて作り出した。月章第49節。私たちは、自分の体のあらゆる部分において、神聖な慈しみと配慮に包まれています。科学者たちが授与される数々の賞も、実は世界の中に隠されたこの、神聖な配慮の側面を、ほんの一部発見したに過ぎないのです。真の存在を証明する第三の法則、持たざるものは与えられず。第三の法則、持たざるものは、
それを他者に与えることはできない。多神教の偶像や無神論者が信じる自然には創造する力も無から有を生み出す力も精密に調整し完成させる力もありません。偶像も自然もそれ自体が創造主を必要とする不完全な存在です。これらにはあなたの体内のホルモンを驚くべき精度で管理する能力も種子の中に数百万もの情報を詰め込んだ遺伝暗号 DNA を設計する能力もありません。自分自身を存在させることすらできないものにどうして他を作ることができましょうか。この脅威に満ちた世界の作り主は偉大で全知全能であり思考の知恵を持たれたお方アッターなのです。神聖な創造の精密さと慈悲の霊アッターだけが創造主であり自然や石や偶像ではないことを知るためにいくつかの例を挙げましょう。体内での準備、あなたがお母さんのお腹の中にいるとき、肺を使って呼吸することはありません。酸素はお母さんの血液を通じて運ばれます。しかし、アッターは肺を必要としない体内の時期に、すでに肺を作り上げられました。なぜなら、生まれた瞬間に肺がなければ、あなたは一秒たりとも生きられないことを主は知っておられたからです。目も同様です。生まれるまで必要のない期間を、主はその全知のご力によって、あらかじめ完璧な形で準備されたのです。母乳の奇跡、生まれた数分後には、あなたを育てるための母乳が出始めます。お母さんは、最初の4日間の母乳に含まれる、天然の抗生物質が赤ちゃんの体を浄化することや、成長に合わせて母乳の成分が変化することなど知りません。これらすべては、慈しみ深く、愛にあふれ、寛大なアッターが精密に定められたことなのです。親の愛情、アッターは両親の心に、あなたへの無償の愛と自己犠牲の精神を植え付けられました。彼らは自分の健康や時間、財産をあなたのために捧げることに、この上ない喜びを感じるのです。クルアーンの中でアッターは仰いました。これがアッターの創造である。ならば、思い以外のものが何を作ったのか、我、アッターに見せてみよ。ルクマーン章第11節。もしも、の世界を考える。太陽の寿命、もし太陽が石炭でできていたとしたら、その寿命はわずか300年で尽き、地球上の生命は絶滅していたでしょう。しかし、アッターは万物を完璧な比率で作られました。人体の構造、もし人間に骨がなかったら、体はただの肉の塊となり、動くことすらできません。アッターの恵みと創造の不思議を1000年かけて語り続けたとしても、そのすべてを言い尽くすことは不可能です。いえ、もし我が主の言葉を記すために海が隅であったとしても、主の言葉が尽きる前に、海は必ず干上がるであろう。たとえ、それに同僚の海の助けを加えたとしても、洞窟の章第109節。アッターの創造の証、印は果てしなく、誰も数え上げることはできません。万物を完璧に作り上げられたアッターの漁業である。アリの章第88節。これらの恵みを見つめ、アッターの美しき魚名、アル・アスマー・アル・フスナーを思い浮かべることは、あなたの信仰と認識を深めます。アッターこそが、糧を与え、すべてを知り、知恵深く、慈しみ深く、寛大で、威厳と栄光に満ちた、自尊されるお方なのです。さあ、アッターの恵みを深く顧み、称えなさい。スブハーナ・ラッビーは、ビハムディヒ、我が主の栄光を称え、主に従います、と唱えましょう。あなたの意図も、高き主の御名を称えなさい。主は、万物を作り、整え、定めを与え、導かれたお方である。意図も高きお方章第1から3節。真への信仰と預言者への不信仰は共存できるか。問い、神アッラーの存在を信じていても、預言者ムハンマド、サッタッターフ、アライヒは、サッラムのような預言者や使徒を否定、不信仰することは許されるのでしょうか。答え、いいえ、許されません。アッターを信じながら預言者を信じないことは、イスラム教徒、ムスリムとして認められるには不十分です。アッターが創造主であり、糧を与え、万物を司るお方であると信じながら、主の、啓示、ワヒを拒絶し、使徒を否定することに何の意味があるでしょうか。これは、大きな不信仰、クフル・アクバルです。主の啓示を拒む者ほど大きな罪を犯す者はありません。クルアーンの中でアッターは、次のように仰いました。アッターとその人たちを信じず、アッターと人たちの間に差別を設けようとする者たち、あるいは、私たちは、預言者の一部は信じるが、一部は信じないと言って、その中間の中道を取ろうとする者たちがいる。女の章第150節。アッターを信じつつ預言者を否定する者は、
真の意味での不信仰者です。預言者のうち誰か一人でも否定する者は、アッターを否定したことになります。なぜなら、アッターの啓示そのものを否定したからです。したがって、ユダヤ教徒やキリスト教徒、経典の民は、ムハンマド、サッタッターフ、アライヒは、サッダムの預言性を否定したために不信仰者とみなされます。本当に経典の民の中の不信仰な者たちや多神教徒たちは、地獄の火の中にあり、そこに永遠に住む。彼らこそは、生きとし生ける者の中で最悪の存在である。名称章第6節。アッターが彼らを地獄へ入れるという警告は真実です。我が警告は真実となった。カーフ章第14節。イスラームにおける救いとは、単にアッターを、創造主、供与者、生殺与奪の権を持つお方と認めることだけではありません。主の使徒と啓示を信じることが不可欠なのです。アッターの存在を信じながら預言者を否定することは、審判の日において何ら救いにはなりません。アッターを崇拝し、すべての使徒を信じることが義務なのです。もし神の存在を信じるだけで十分なのであれば、アッターが使徒を使わしたり、経典を下したりする必要はありませんでした。なぜなら、すべての人間は、本能フィトラによってすでに神を知っているからです。あなたを作り、導き、糧を与えてくださったアッターだけが、崇拝を受けるに値する唯一のお方です。しかし、それは主が使徒を通じて定められた、法、シャリーアに従うべきものであり、各人が自分の好みや欲望に従って勝手な方法で崇拝したり、物事の許容、ハラールや禁止、ハラームを決めたりすることは、アッターに対する不信仰なのです。